今日紹介させてもらうのは、こちらのチェイサーです。グレードはですね、ツアラ S 同じ JZX5万3000キロ。ちょっとツアラ V 高いじゃないですか。まあ全然普通に速いでしょ。はい、よし君こんにちは。こんにちは。今日は5月の15日午後1時、気温は23度まで上がって結構暑くなってきましたね。はい。はい、ゴールデンウィーク明けて2台目の車ですね。さっき撮ったやつはあっちの車、あっちの左側ね、右側はこれからですから、はい、これはまだ内緒ですから、左側の車ですね。左側の方です。はい。ちょっとこう画像を差し込んでほしいんですけど、あっちはこう特別仕様車の何パッケージですか？エキサイティング。エキサイティングパッケージですね。そう、はい、ツアラ V のエキサイティングパッケージの特別仕様車で、5万9000キロのさっき紹介させてもらいました。で、今回紹介させてもらう今日第2弾の、車はですね、こちらの車になります。これも同じくチェイサーですね。はい、チェイサーのこっちはですね、グレードはツアラ S。ツアラ S、ね。そう、ツアラ、いつもうちツアラ V でしょ。そうですね。やってますよね。あそこにあるのもあっちもこっちも全部ツアラ V、あれもツアラ V なんですけれども、はい、この1台だけツアラ S 仕入れてみましたと。はい、ツアラ S ってことはエンジンは NA。そうなんです。ターボじゃないですよね、はい、っていう感じの車でございます。年式もね、1996年平成8年の初期のタイプですね、はい、でシフトはオートマチックという形になってます、はい、要はちょっとツアラ V 高いじゃないですか。めちゃくちゃ高いじゃん、はい、若い子手出ないでしょって思っちゃってるんですよ、はい、でもやっぱこの形はかっこいいっていう子はめちゃくちゃ多いんですよ、はい、なのでまあ言い方変ですけど、まあ、そんな若い子でもちょっとツアラ V 手出ないけど、でもやっぱりチェイサー乗りたいって子も絶対いると思うので、はい、で当然ながら値段もこっちは安いですから、なんとか若い子でも安くチェイサー乗ってほしいなっていうのもあったので、はい、ちょっと1台買ってみましたという感じで、今日はこちらを紹介させてもらえればと思います、はい、ちょっとざっと見ていただくとパッと見綺麗ですね。綺麗でしょ、はい、ヘッドライトもめっちゃ綺麗だし、はい、ね、純正エアロもついてるし、サンルーフもついてるし、ここら辺はもう今買おうと思っても買えないですからね。そうですよね。はい。はい、まあサンルーフはね、後から買うもんじゃないんであれですけど、はい、っていうところがあったので、程度も実はですね、そこそこいいです。はい、っていうのと、ね、いつもその車を紹介させていただくのと、はい、であと、まあツアラ V ってターボエンジンだから当然速いじゃないですか。はい。っていうことは NA エンジンは遅いわけですよね。遅い。遅い。はい。果たして本当に遅いのか。ターボよりは遅い。ターボよりは遅い。それはそうだ。はい、そうなんだけど、じゃあ果たしてどんぐらい遅いのか、別に、はい、遅くないのか、はい、っていうのも含めて、ちょっと乗ってみようと思います。試乗ということですね。そう、試乗も車検もついてるし、ナンバーもついてるので、はい、もううちの会社の名義に車の名義変わってますから、はい、まあそれも踏まえて、ちょっと紹介させてもらえればと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ本日そんな感じでよろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう。はい、改めまして、今日紹介させてもらうのは、こちらのチェイサーです。 JZX100 系のチェイサー、はい、JZX なので 1JZ が積んであるという感じのエンジンなんですけれども、グレードはですねツアラ S、はい、さっき言ったようにツアラ S になりますので、NA モデルになります。はい、ツアラ V はターボエンジンね、ツアラ S はノンターボのエンジンになります。でもエンジンの型式が 1JZ から始まるので、はい、同じ JZX という形になっています。だから車検証上はね、原動機型式って言ってエンジンの型式を書く欄があるのね、車検証って、はい、でそこには、ツアラ V でもツアラ S でも両方とも 1JZ なんで、まあ、エンジン乗せ替えても、基本的にっていうとちょっと語弊があるな、まあ、エンジン乗せ替えても、はい、構造変更しなくていいとかっていうのはそういう理由がある。型式が同じだから、はい、ここまで OK ですか？はい、はい、でですね、車の内容をざっくりお話しすると、まあ、さっき言ったようにツアラ S 年式が、1996年式、平成でいうと8年式なので、100系が出た一番初めの方のやつですね。はい、はい、走行距離がですね、なんとこちら5万3000キロ、まだまだ少ないです。なぜかうちは少ないのが集まってくる。続いてますね。続いてる、はい、さっきの5万9000キロでしょ。そうですね。こっち5万3000キロ、はい、で、車検も来年の11月までなんで1年半ぐらい残ってるのが、はい、で修復歴はなし、シフトはオートマチックという感じになります。はい、だから人気のターボマニュアルはめっちゃ高いので、はい、逆に今回はオートマの NA モデルで程度はいい5万キロだから、はい、で値段が安く若い子でも買えて、まあ25年30年経ってるとはいえなんとか乗れる程度のものを用意させてもらった、まあ、そんなイメージで見てもらえればと思います。じゃあそんな感じでいっていきましょう。じゃあですね、外装からちょっとご案内をさせてもらうと、はい、外装はですね、シルバーなんですけど、これ純正のシルバーですね、はい、オールペンなし
で意外とね、パールホワイトとか白が多いんですけど、はい、シルバーね結構人気あってかっこいいと思うんだよね。そうですね、かっこいいですと思います。あとはやっぱりメタリックが入ってるんでクリアもしっかりしてるので、あんまりなんだろう、クリアが飛んじゃってこう艶なし白みたいなのが結構多いんですけれども、意外と艶もしっかり残ってて、コンディションいいんじゃないかなと思います。とあとヘッドライトとグリルがめちゃくちゃ綺麗というのがこの車の大きなポイントじゃないでしょうかね。先に言っておくと、この車5万3000キロって言ったじゃないですか。法人元名義人の方は、法人名義のしかもワンオーナー車両という車でございます。OK ですね。で、フロントリップスポイラーがハーフスポイラー、リップスポイラーが純正オプションのやつですね。ちょっと傷ついてるけどそのままにしてあります。気になる人は直してください。うちでも直せますという感じです。であとはサイドのエアロもついてるし、リアのハーフスポイラー、リップスポイラー、サイドリアスカートって言ったらいいかな、もう、純正オプションのものがついてるという感じになってます。でですね、あとはホイールに関してはウェッズのこれ結構昔のタイプだと思うんですけどの17インチかだね、のホイールがついてるという感じです。結構錆も傷もあるかなっていう感じだよね。であとは、サスペンションもですね車高調じゃなくてダウンサスです。 HKS のダウンサスが入ってるという感じですね。だからここら辺はさ、最近の若い子だと多分ホイールは好みに合わないし、17インチだし、でサスもねみんな車高調にしてもうちょっと下げたいっていうのがあると思うので、これは買ったら自分の好きなのを選んでもらえればと思います。OK ですね。で、あと外装の傷でいうとね、ここら辺ちょっとミラーの確か色ハゲがあったりとか、この下ね、ここもこれみんな出ちゃうんだけどね、があったりとか、あと後ろか、後ろのバンパー穴開いてます穴開いてるんです、気になる人は直してください。みんな気になると思うんだけどね。でもエアロに変えちゃう人はね、別にこれそのままでいいと思うんで、っていう感じでございました。あとはフレールもこっちの傷が入ってる、こんな感じですかね。だからパッと見綺麗、よく見るとホイール傷ついてたり、フロントリップ傷ついてたり、後ろバンパーあったり、ここら辺も線傷、これを磨けば薄くなるかな、こういうのがあったりとか、ちょこちょこちょこという感じでございます。それでもやっぱり今市場で売ってるチェイサーの中だと程度はいいんじゃないかなと思います。OK ですか。じゃあ続きまして内装いきましょう。じゃあエンジンをちょっとかけちゃいますね。内装はね、結構距離相応で程度いいよ。ここの、ちゃんとね、ここら辺のカーボン目ちゃんと残ってるしね。ダッシュボードの浮きもちょっと浮き出てないか。全然いいね。そしてメーターが5万3000飛び27キロという形の、もちろん実装降車という感じでございます。でうちはいつもこのダッシュボードがめくれたり熱持つと嫌だから、全車こういうのも敷いてね、こういうちょっとしたことで全然変わるからね。これは大事ですね。大事、特に古い車だとしたらね。でハンドルのスレもそんなないし、サンルーフ普通に、チルトアップスライドこんな感じで、普通に動くんで、問題ないんじゃないでしょうか。エアコンもちゃんと効きますし、ミラーもちゃんと閉じますし、もちろんパワーウィンドウもちゃんと動きますし、こういう感じですかね。であれだね、スイングがないんだね。ツアラー S だからなのかな。いつもさボタンを押してさこう動くじゃん。そうこれがないね。でシートはこれが前期型の標準のシート。この1個前の動画でさ説明したエキサイティングパッケージのシートでちょっと画像を挟んでほしいんですけれども、こっちが純正のシートですから、結構柄の目が濃い感じですかね。で、じゃあ次気になるエンジン、 NA エンジンはどうなってるかっていうと、こんな感じで結構すっきりした
感じになってますと。まあこの車エンジンルームとかはノーマルなので、はい、特に何も社外品ついてなくっていう感じですね。バッテリーは変えたばっかりとか、ラジエーターも多分変えてるかな。綺麗っぽい、綺麗だね。ここら辺は変えてありそうだね。まあ特にサビとかも出てなく、まあオイル漏れもまあちょっと出てるのかな。まあここら辺は納車前に点検でもし出てれば変えてあげればいいと思いますね。オルタネーターは新品に変わってるね。リビルトかな。まあ綺麗なやつがついてますね。はい、まあこんな感じでございました。で、まあ特に気になるイオンなり振動なりはありませんと。こんな感じですね。はい、全然いいでしょ。いいですね。いいです。はい。なんかどんどん進んでるね。社外品とかそういうのはついてないですもんね。そうなんですよ。ついてないんですよ。ノーマルで。ノーマルで。という感じでございました。で、じゃあ次はトランクルーム、はい、ちょっと見てみましょう。はい。まあこっち側もまあ綺麗ですね。いいですね。でこっち側は綺麗ですね。はい。さっきのヨッシーと一緒に洗車したけど水入ってないですね。でこっちはこうか。綺麗ですね。はい。なるほどね。スハラ S テンパータイヤがスペアタイヤがあれだ、これだ。スハラ V は純正アルミがここ入ってるんですよ。はい、純正と同じデザインのアルミが。スハラ S はスペアタイヤがスペアタイヤだね。そうですね。ね。へえ。新しい発見。まあスペアタイヤ使う人はあんまりいないと思うけどね。まあまあまあ。へえ。やっぱこういうところがちょっとずつコストカットされてるんだろうね。はい。やっぱり S と V は違うんですね。はい。はい。でじゃああとはマフラーね。この車マフラーノーマルなんで、はい、マフラーオンを楽しんでもらうっていうよりかは、はい、実はですねこれ N エンジンならではなんだけど、はい、吹き上がり方がやっぱターボと全然違うんだよね、レスポンスが。はい、そこをねちょっと注目してもらえるといいんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ多分ここら辺は普通じゃん。ちょっと回しますよ。はい。わかる？何が伝えたいか。もう一回いいですか。何が伝えたいかわかりますか？なんとなく。絶対分かってないでしょ。絶対分かってないでしょ。ターボエンジンは前回撮ったそのスハラ V の方の吹き上がりの動画とこの吹き上がりの動画を多分比較してもらうといいと思うんですよ。差し込んでほしいんですけど、でこっちがターボのサウンド。でこっちが NA のサウンド。っていう感じで比べてもらうと分かると思うんですけど、回転の上がり方が違うんだよね、やっぱね。だからさ、ホンダ車の NA の VTEC とかめっちゃこう吹けるじゃん、パンパンパンって言って、要はそれと同じでやっぱね NA エンジンの方が速いです、周りが。これはだからスピードが速い遅いじゃなくてエンジンの回り方の話だから、こういうのにマフラーをちょっと変えて入れたりとかすると、ターボエンジンとはまた違うね、抜けのない結構パンっていうサウンドが聞けるので面白いとは思います。 OK ですか？はい、はい。これもちょっと動画差し込んでほしいんだけど、2年前ぐらいかな、もう実はスハラ S のオートマ1台あって、はい、でラインハルトっていうメーカーのマフラーを入れた車があったんですね。はい、でそれをマフラー動画だけを撮影したの多分結構昔だから覚えてないかもしれないんだけど、それをちょっとこう差し込んで挟んでほしいんですけど、はい、やっぱねターボエンジンとは違って N エンジンならではのずっとこう抜けない、ずっとなんかこう吐き出してるマフラーサウンドっていうのかなっていうのが出るので、はい、音的にはねこっちの方が好きっていう人も多分いると思う。
人によってはやっぱ NA エンジンでマフラー入れてパン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 いってる方が楽しいっていう人もいると思うので、そういう人はそういう改造をしてもらって楽しんでもらえればいいと思います。じゃあヨッシー君、一応そんな感じで、一回ちょっと車の説明を締めさせてもらって、で一緒にちょっと試乗して、早いか遅いか早速ちょっと試乗いきましょう。じゃあヨッシー君乗ってみましょう。よし、NA のツアー RV 乗るの初めて？乗ったことないです。ないか。そうか。まあダウンサスだからね、やっぱり乗り心地もいいからね、まあ普通に多分使ってたんだろうね。先に言っちゃうと、さっき言ったようにその法人ワンオーナー車両でしょ。で5万3000キロでしょ。記録簿とかもさ、ネッツトヨタだったかなのディーラーで普通にやってあって、記録も写真ちょっと入れてほしいんだけど、結構しっかりメンテナンスされてた車なんで、まあそこら辺も安心じゃないかなとは思いますけどね。昔は結構法人チェイサーとか乗ってたパターンあったんです。まあでもどっちかっていうとマーク2の方がイメージ強いかな。やっぱそうですよ。まあこれ一応オークション会場で買って、で俺自走で確か乗って帰ってきたんだよな。100キロぐらい、100キロないぐらいか。まあ普通でした。で足回りはやっぱヘタリブッシュ類とかあるから、まあそこら辺なんか変えてあげて、あと普通にだから納車前の点検してあげれば、まあやっぱ距離が少ない分しゃっきり走るんじゃないかなっていう感じだね。ただなんかディーラーメンテやってたっていう割には、例えばこれ後ろのタイヤあれ前だったっけな、もうそんな山ないのよとか、なんかめっちゃお金かけて整備してたっていうイメージではない。ただ入れて点検はしてたものの、ダメになるまでは特に変えてないし、まあ、特になんかそこの提案もなかったんじゃないかなっていう、そんなイメージだね。普通でしょ。遅さも別に感じないでしょ。ちょっとアクセル 60% ぐらいかこれで。まあ言ったってさ 2500cc あるんだから、普通に走るよ。それはそれなりに速いのは当たり前ですよね。シフトはでもこれ4速オートマか。321だね。ここだからパワースノーはあるけど、横滑りのトラクションコントロールとかないんだよね。ないですね。全然普通に速いでしょ。普通にそうなんですよ。ターボじゃないとはいえ全然速いです。全然速いんですよ。わかりましたか？これツアー RV はめちゃめちゃ速いよ。めちゃめちゃ速いって、まあ今のね、もっと最近の車はね400、500馬力が当たり前になってきてるから、それに比べたら遅いのかもしれないけれども、でも出す場所ないからいつも言うけど、そうサーキットとか行くんだったら話別だと思うけど、っていうと、まあツアー RV だと街中だと十分すぎるぐらい速くて、でこの 2500cc NA とはいえ、まあ走ってる分には別に遅さは感じないよねっていう話。そうですね。でさらにこれとは別でさ 2000cc もあるのね。2000はねぶっちゃけ俺もここ久しくそういった意識で乗ったことないんで、速いか遅いか覚えてないんだけれども、まあ2500のこれに関しては、まあ、別に遅いって感じるみたいな、そんな感じですから全然いいと思いますと。パワー不足感は全くないです。ないでしょ。そうなの。なんでね、ちょっとツアー RV が高すぎる、マニュアル特に高すぎる、はっきり言って20歳そこそこぐらいの子がじゃあ頭金なしでローン組むっつって、300万じゃ今買えないからね、400万とか500万とかローンはやっぱ通んないからさ、なかなか厳しいと思います。そうし、仮に通ったとしてもまあね、人の稼ぎは分からんけれども、なかなか現実的に払うの厳しいでしょっていうところがあるので、なんか現実的には、まあ、このスタイルで、まあ、これだってね160万ぐらいだったかな、確か今売ってるのが、ぐらいで買えるわけだからさ、そっちの方がちょっと現実的かなっていうふうに思いますね。 OK ですか？じゃあちょっと帰ってまとめていきますか。よし、でもどうですか？乗ってて遅さ感じないでしょ？いや全然いいですね。これ高速で乗っても全然快適。2500あるからね、全然大丈夫よっていう感じでございました。よし、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？試乗していただいた感じ。全然思ったより力強い感じで、全然いいでしょ。全く問題なかったです。そうなんですよ、全然いいんですよ。じ
じゃあですね、締めますか。はい。改めましてですけれども、今日紹介させてもらったのはこちらのチェイサー、1996年式、平成8年式なんで前期モデルですね。はい。グレードはツアラー S だから NA エンジン、オートマモデルのオートマチックトランスミッションの車でございます。修復歴はなし、車検は来年の11月まで、走行距離は5万3000キロ、法人ワンオーナーの実走行車という感じなので、これだけ聞くとかなりいい。だけれども前回紹介させてもらった5万9000キロよりも、やっぱり多少年式的なやれを感じるでしょ、はい、要所要所。そうです、はい、そうでやっぱりね、こっちが普通なんですよ。前回のがちょっとおかしいっていうか良すぎなので、はい、これが普通なので。ただもろもろのそのコンディションとか機関的なところも含めて特に問題はないので、はい、納車前に細かい傷を直したりとか、足回りのブッシュ変えてあげたりとか、あとはなんだろうな、オイル漏れとかか、はい、ここら辺とか消耗品とか交換してあげてから乗ってあげれば全然調子いいんじゃないかなと思います。はい、で、値段はホームページの方に貼ってありますけれども、はい、165万かなで乗れます。若い方でも乗れるんじゃないでしょうか。じゃあ一応今日はここまで、この車はここまで、はい、で次の動画は、このスカイラインですね。こっちはさ、前紹介したじゃん。はい。とまた別でもう1台スカイライン、はい、入ってきましたし、あとは今ちょうどこの2台並んでますけれども、はい、こっちも今度紹介します。これもツアラー V マニュアル2台とも買い取りで入ってきて、ここら辺も紹介できればと思います。特にこの子なんかは18万キロぐらい走ってて、はい、パッと見綺麗でしょ。艶もあるし綺麗っぽいですよね、はい、だからこういうのに皆さん騙されるわけですね。お客さんにも一応了承いただいてますけれども、はい、売っていただいたお客さんね、はい、結構中身は結構ズタズタになっちゃってるので、でもね、はい、多分普通に売ってるのがこっちかな。今世の中世間一般流通してる車が、はい、さっきのね、いつも見てるのってさ、結構程度いいのばっかりじゃん、はい、一般的には多分これが普通に売ってるツアラー V かなっていう感じで見てもらえればと思います。はい、当然なんか値段安いっていう感じでございました。 OK ですか。はい、はい、今日はチェイサー紹介させてもらいました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。スカイラインセダンですね、はい、GTX ターボ、ヘッドライトめちゃ綺麗でしょ。走行距離も少ないんだけれども、細かいところをちゃんと整備してたねっていうのがやっぱ要所要所に分かる。